当にその時のもう人じゃないですよね。本当にこうみんな横たわったりなんか水槽の中にみんな入ってられたりね。あの時の惨状を言ったらもう思い出してもゾッとします。爆心地を語った被爆証言がテープに残されていました。写真を撮る時のフラッシュ焚きますでしょ。ああいうピカッとしたのを感じたわけですよね。そして皆さんおっしゃるのにはピカとかドンとかが分かった言われますけど、私なんか全然それは記憶ありません。波紋が広がりますね。そのような状態でしたね。わーに焚き出した。あの日、あの瞬間に爆心地にいた78人の被爆者。ここですね。このビル、この2つ並んだビルのこっち側ですね。あの建物の中にいらっしゃる。中におって。人類史上類を見ない惨状を目の当たりにした被爆者たちから語られた言葉とは。キノコ群もいいんですか、中に入ってるでしょ、爆心地だから。ですからどのぐらい時間経ったか分かんないけど、とにかく運動場へ明るくなったので出たらもう火の海でした。逃げられないんですか、どこに。三藤千代子さん、93歳。広島市上空で炸裂した原子爆弾。三藤さんはその爆心地から260メートルの場所で被爆しました。現在の広島市中区にあった芸備銀行本店。あの日、いつもより早く出勤し、出先機関に向かうため外に出ようとした時でした。で、ヨードカに手前に2階段がそこでピカッとって早くから新聞社来たんだな思ったら、私は上の天井のあれが落ちたんですね。頭直に倒れて四方火の海にな生き事故。それね、思い出したら身震いが立つようなんです。そしたら外に出た時に私の記憶に残ってるのは、道路にね、馬と兵隊さんですか、みんな真っ黒になって転んでましたよ。ゴロゴロね。線路伝いですからね、電車行き寄りますとね、手を伸べてね、その手がもう赤い、もう肉の色ですね。どう言ったらいいか、普通の手じゃないんですよね。それが「お姉ちゃん水くれ水くれ」って手をこうするんです、みんなが。161本のカセットテープに残されていた被爆証言。そのほとんどは爆心地から半径500メートル以内で被爆した78人の肉声。1945年8月6日、広島に投下された原子爆弾は小さな太陽ともいえる火球を生じさせました。爆心地周辺の地表面は摂氏3000度から4000度に。さらに衝撃波の圧力は1平方メートルあたりおよそ11トンにも及んだと考えられています。死のエリアともいえる場所にいたとされるのはおよそ2万1000人。その中で頑丈な建物や路面電車の中などで生き延びた人たち、
原爆投下から27年の時点で健在だったのは78人でした。広島大学原爆放射線医科学研究所。この一室に近距離被爆者の調査記録が保管されています。カルテですとか診察の記録、あるいはお手紙とかその方に関係するものを個人個人でまとめているものになります。奇跡の78人。番号と名前が書かれたファイルの中には、調査票などの資料と一緒に30年以上前に録音された被爆証言のデータも保管されています。資料に記された SD の文字はショートディスタンス、近距離被爆を示しています。これらの近距離被爆者の調査の発端は1972年に始まった爆心プロジェクト。当初からプロジェクトに参加していた鎌田七夫さんは今も被爆者の研究を続けています。被爆者の方が年取ってこられる。その場合にどういう変化が起こってくるのか、精神的な問題はどうなのか、体の上でいろんな問題が起こってくるかということを早めにキャッチして、今おられる方の健康診断、健康管理ですね、そういうものに役立てたいというのがこのプロジェクトの目的だったんですね。肺がんの時にはね、徳清弘子さん、87歳。爆心地から330メートルにあった広島富国間で15歳の時に被爆。学徒動員で4階にあった広島電信局に通っていました。人がもうドロドロになっても助けてくれ助けてくれいう歩く姿しか私には記憶ございません。このお話をするんでも今までに私が話をしなかったのは、私がしゃべる分とそれがもう何万分の1にしか過ぎないもんです。今原爆の資料館に残ってる資料とか写真を見ても本当にあの瞬間の爆心地ですね、周囲の写真を撮られた方が何人おられるか知りませんけど、目で見てきたのと全然違う思います。私の祖母の方いうのは喉の方からねドブが出てなんですよ。ドブがありますでしょ、内臓が。で足がもげた方やら頭が半分ない、それでも人間の生命言うて怖いもんですね。まだお母さん言うて生きとられるんですよ。その時の周囲はもう目に余るゆえんですよね。地獄なんですよね。一番嬉しかったのは原爆の雨ですよね。はい、嬉しかったですよ。私らにしたら暑いからで、お水がないから飲みたいでしょ。動くこともできんからお水を飲まなくちゃ、暑いからね。嬉しかったですよね。雨は冷たいでしょ、体が熱い。それでそういう手ですくって飲むんですよ。黒い雨と一緒にわからんもんですからね。徳清さんは頑丈な建物の中で奇跡的に熱線に当たることなく生き延びることができました。一時生死をさまようも少しずつ回復し、その後2度結婚。生活の足しにと2人の子供を育てながらお好み焼き屋を営むなど必死で生きてきました。おいで。あんた前ですぐやったんや。あんたそうね、笑ったよね。体は衰えてきましたが、
去年生まれたひ孫ら、頻繁に通ってきてくれる家族と前向きに生きています。いつも明るくって本当は原爆の話とか思い出したくないだろうなとか思うんですけど、明るくいつも話してくれるから、私もこうねずっとその話聞いてきて、昔は何気なく聞いてたけど、やっぱり話す時は真剣に話してくれて、明るく真剣に話してくれて、でもうすごい怖いことなんだなって。食べるようになった？どう？被爆者の研究を続けている鎌田さんが徳清さんのもとを訪れました。78人いた近距離被爆者は今では9人に。鎌田さんは出会ってから40年以上が経つ今でも定期的に近距離被爆者と会い、健康状態のチェックを続けています。自分で見て思えばいいんですよね。先生、私本当強いんですかね、ここまで生きられたの。ほら強いよ。いやいや、あなたの気持ちが本当しっかりしてるから、いろんなことがあったかもしれないけども、今までにそれを乗り切ってきてるのよ。あなたの気持ちだよ、それは一番の芯になってるのは。体が強いって言ったって人間ね、そういういろいろ違うはずないよ。どの人も同じだけど、それ乗り越えてきてるの。いろんなものに乗り越えてきてる。その芯がね、徳清さんはあって、それを実際に乗り越えてきたっていうのが、今までね、こうやって生きてるお孫さんまで見れるようになった。被爆者を見つめ続けてきた鎌田さん。72年が経った今も被爆者は苦しみと戦っていると話します。瞬間だけじゃない、一日だけじゃないんですよね。その後50年間いろんなことを経験されて、自分の体の中でのことでの苦しみもあるし、対社会的なところでのことでの苦しみとかいうことがあるわけですからね。それを全部こう口に出してしゃべるっていうこともできないし、時間がかかると思うんですね、それは。爆心地から380メートルの旧日本銀行広島支店。この場所で被爆した在間貞子さんは当時19歳。9年前に81歳で亡くなるまで被爆体験を語ってきませんでした。貞子さんの甥秀和さん。これは本人の自宅にあった遺品の中にあったものと、そこのあれですね、距離が示されてる。そうですね、これが爆心から 0.5km ですね。これちょっとこの数字見た時は本当に衝撃でしたですね。貞子さんは一度も結婚せずに亡くなりました。近くで過ごしていた甥の秀和さんは貞子さんの被爆体験を聞いたことがありません。思い出してみるとほとんどそのことについて聞いたこと記憶がないですね。かなり強く聞き正していけば答えてくれたかもしれないんですけれども、なかなか親戚ってそういう関係にならないんですね。で自分からは積極的に話すことは全くなかったですね。どれがどうなのか、貞子さん直筆の日記。テレビの前で式典でしょうかね、ちょっと字が読めないを見る
感無量なり、まあなんて言いましょうかね、これぐらいしか語らないというそのおばの雰囲気がよく出てると思いますね。で私はちょうど仕事が始まってね、あれ8時15分でしたかね。ですから今から仕事をしようかなと思って机座った途端にバンと来た。テープを通じて初めて聞く亡きおばの被爆体験。逃げられなかったんですわ。そこらも全部こう歩かれる状態じゃなかったんですね。でそしたら男の人がね「誰それおるか誰それおるか」ってね叫んで来てくれたんですよ。それでその人がねとにかく逃げよう言うんで階段をね人の下に分けて下降りたんですよ。禎子さんは一緒に暮らしていた両親を原爆で亡くしました。その後は被爆を免れた兄夫婦である秀和さんの両親らと関西に移り住みます。そうですね、一番苦労だったのは22、23から25、6までですかね。一番もう死にたいと思った時もありましたけどね、当時はこう考えてるつまらんなということじゃないですか。生きててもしゃあないなという気がね、若い娘の時はそういうの考えるのね、あれですね。どんな印象感想？いやなかなかいいもん聞かせていただいたですね。そういうこういうような会話を全くしたことがなくて、やっぱりそのおばのなんていうんですか、性格というか人となりがねよく出てると思いますね。やっぱり死にたいと思ったことがあったというのは、やっぱり兄弟とはいえですね、一番自分がこれからの人生頼っていけるという人がいないというその孤独感みたいなものはずっと持ってたんでしょうね。ちょっとそれは本当ショックでしたですね。テープには被爆体験を語らなかった理由も残されていました。友達と話うちらでもおったよとは言うでしょ。空襲がひどかったんですから全国的にね。だからそれは話になりませんわ。話しても聞いてくれません。原爆の話、だから医療費行ってもただええねってこういうことを言うでしょ。だから私全然話しないです。分かってもらえないから話さない。被爆体験を語ることができない人はどれくらいいるのでしょうか。広島県が去年被爆者を対象に実施したアンケート、子どもに被爆体験を一度も伝えていないと答えた人は 26% でした。三藤千代子さんも自らの体験を子供に語らなかった一人。話さんですよね。それは何でですか？嫌なことは言いたくなかったですね。あとやっぱりね、親子でしょ。親の弱みは見せたくないじゃないですか。若い時はね、息子に、子供は親の姿見たらそうだつゆでしょ。元気だ元気だいうとこしか見せてないもんがないね。学校の時三藤さんの息子清さんやひ孫ら家族にテープを聞いてもらいました。
1階のね営業部というのがありましてね、営業部から裏に。実は光藤さんには息子に被爆体験を語れなかったもう一つの理由があったのです。爆心地から260メートルの場所で被爆した光藤千代子さん。5人のひ孫にも恵まれました。これまで息子に被爆体験を語ることができなかった光藤さん。30年以上前に録音された被爆証言を家族で聞いてもらいました。後から聞きますと弾薬庫があったんですね、2部隊の。それが爆発するんですよね。それがまたすごい音でね、もう赤い火じゃないんですね、白い火ですね。白い火がバーッと空に上がるんですよ。そしてその破片がバーッと頭の方に落ちてきたりするんですよね。そしたら男の人がね「まただ爆弾落としやがった」言ってね叫ぶんです。もうほんと生き地獄でしたよ。周囲は火の海でしょ。うわーって火の中から助けてくれってね出てくるし、ちょうど時刻絵図いうんがありますでしょ、仏教の。あの通りでしたよ。これ初めて聞いたんだけど、まずこのテープが30年経ってた時の話で、おふくろが今言ったようにその時は思い出したくもないし、やっと口にできだした、そこまで30年がかかったと。原爆投下後の広島で光藤さんら被爆者を襲ったのは放射線による影響への不安。被爆者の子どもは健康に問題を抱えると言われていた当時の社会の目は自らの体験を語ることを拒ませました。子供が生まれたらすぐ指を数えましたよ。それが頭にあるから。小学校1年になるまでに名前だけ書けるようになったんです。なんとか名前書けるから大丈夫じゃろうな。原爆のことは一切言わない。それがあるから話してないんですよ。次戦争せんかったらこんなことなかった。そうだよな。被爆体験を人に語ることができなかった時代があります。自らの傷口を開いた末に吐き出された言葉は写真や数字では伝えきれないあの日の惨状を伝えます。伝えた先にあるはずの平和を信じて被爆者は爆心地を語ります。本当神様を拝んでね、一生懸命もういっぺん命を与えてくださいってどんなことでもしますから言って拝むわけですよ。もう本当しがめの前にぶら下がるいうことはなんて言ったらいいんですかね、必死ですね。こんなことが二度とあったらいけん思いますがね、戦争いうのは辛いですね。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。